お笑いコンビ鬼越トマホークの金ちゃんが新幹線で熟睡中の空気階段鈴木もぐらの大きないびきを撮影し SNS に投稿したことで物議を醸しました。動画には鈴木がシートをリクライニングし車内アナウンスをかき消すほどの大きないびきをかいている様子が映っていました。この騒音に対して後ろの席の高齢女性が耳を塞いでいることを金ちゃんが指摘し、軽犯罪法に値すると冗談を交えたコメントを投稿。しかしネット上では撮影よりも早く鈴木を起こすべきだったとの批判が多く寄せられました。金ちゃんはその後この後に起こして注意したと釈明しました。この投稿に対してコメント欄では、なんかマナーもクソもないクソデブやな、前におったらぶん殴りたいで、新幹線でシート全倒しするやつなんなん、リクライニングを倒してるから後ろから椅子をどんどんしたい、一瞬クロちゃんに見えたのごめん。 SNS やってる人に共通することだけど、自分が動画としてバズると思ったら周りの迷惑とか考えずすぐに撮影するのはモラルに欠けてる。身内ばかりのロケバスならわかりますが、公共の交通機関で撮影するのは迷惑です。芸能人や一般人関係なしに知り合いを見つけたからと動画撮影が始まったら嫌です。他の乗客は映っていないから問題ないと思っているのかもしれませんが、カメラが向けられている方面だと自分が映ってるかわからないし、動きたくても動けなくなる。著名人がこのように拡散するとマナーのわからない人たちがますます真似します。以前地方を走るとある特急列車の中で強烈ないびき音の人と同じ車両に乗り合わせたことがあります。本当に人生で初めてと言っていいほどの騒音のいびきです。しかもずっと続いていく大音量。周囲の人はほとんどがイヤホンを持っていて、自身もノイズキャンセリングタイプのイヤホンを持っていたのでそれを装着すれば大丈夫だったが、別の乗客の人が大激怒していて車掌に訴えていた。車掌さんも必死に起こすがなかなか起きず、ようやく起きても寝ないでくださいとまでは言えず、すぐまた眠りに落ちいびきが始まった。その後自身は降車したが、あのいびきが続くと耐えれないと感じましたといった否定的なコメントが多くありました。この件について面白いエピソードとしてシェアしたつもりでも、他人に迷惑をかけている状況を映すことで笑いを取るのは配慮に欠けた行動だったと言えます。特に後ろの席の高齢女性が不快な思いをしていたことを考えると、まずは早く鈴木を起こして対処するべきだったという批判はもっともです。また金ちゃんが後に起こして注意したと釈明したものの、動画を撮影する前に対応していればこういった物議は避けられたかもしれません。公共の場では周囲への配慮が重要であり、特に SNS で拡散する際は笑いを取る意図があったとしても、相手や周りの人々への影響をしっかり考える必要があると思います。皆さんはこれについてどう思いましたか？コメントをお待ちしております。